こんにちは、時丸です。今日もホワイトボックスからお送りしています。で、今日は、物の数を数えるのはそんなに意味がないっていう話をしたいと思います。タイトルがちょっとそういう風になってるとは思うんですけど、そう言いながら物の数を僕は数えています。はい。で、今自分の持ち物が全てで89個ですね。89個のもので今暮らしています。はい。で、どうしてもミニマリストというと少ないもので暮らしているっていう人たちのことを思うと思うんですけど、よくYouTube とかでね、ポゼッションみたいな、I own 44 things とか、数にみんな言っちゃうと思うんですよ。で、やっぱり数字っていうのは、全世界共通のものなので、確かに分かりやすいんですよね。何個の持ち物で暮らしてますみたいなものは、すごく分かりやすい。だから、それに、惹かれるというか、惹かれるところもあるし、それでリーチが高まるみたいなところもあると思うんですけど、実際ですね、やっぱり減らすことだけになってしまうんですよね。数だけを気にしてると。で、例えば、ちょっといろいろ話飛ぶんですけど、持ち物の数で言うと、例えば、ギリシャの哲学者のディオゲネスとかっていますよね。彼なんかは、多分布切れ1枚に、水を飲む器しか持ってなかったっていうことが記されたりしています。はい。で、しかも、彼はですね、ギリシャのその広場で、ある日、少年が、水を手ですくってるのを見て、で、その唯一自分が持っていた器をですね、もうその場で、叩き捨てたという、話が残ってたりします。で、そうなると彼は、布切れ1枚になったわけですよね。だから持ち物が一つしかなかった、人っていう感じ。あとはマザー・テレサさんとか、ガンディさんとかね、もうやっぱり、サリーというかね、服だけしか持ってなかったみたいな人もいますよね。だから、持ち物の数で言うと、そういう方々がナンバーワンみたいな感じで、どうしてもその数で競い合うみたいなところに行くと、結局、そっちの方向性に行っちゃうので、そんなに気にしないのがいいというか、あまり数に注力しても意味がないかなと最近は思っています。はい。で、そう言いながらもですね、やっぱり僕が物の数を数え出したのは、まずやっぱり整理に役立つというか、物を減らすのに役立つのは確かなんですよ。なぜなら、まず物の数を把握するためにはリスト化しなければなりませんよね。で、物が多すぎるとまずリスト化を断念してしまうんですよね。僕も10年ぐらい前かな、まだ全然物を持ってた時っていうのはもう300とか400とか多分それこそ CD とかね、本とかもたくさん持ってたので、もう1000とか2000とかもしかしたらあったかもしれない。で、だんだん減らし始めた時にタイミングで気づく時があるんですよ。これもう数えられるんじゃないかなっていう。それで数え始めたのが、2018年ぐらいかな、確か。5年ぐらい前かもしれないですね、もうね。その頃に、ようやくリスト化し始めて、でリスト化すると、さらにその管理がしやすくなるっていうか、結構友達に見せると、そのリストを見せると気持ち悪がられるんですけど、僕その購入した日とかで価格で何日使ったかみたいなのが全部シートで出るように自動計算されて出るようになってます。はい。で、売った時にはそこにそのリセールバリューみたいな、いくらで売れたかみたいなものを自動計算してくれるような、その独自のシートを作ってて、そうすると、例えば、そのリストを見た時に、
このものをちょっと持ちすぎてるなってのがわかるんですよ。例えば、服とかでもね、これもう5年も着てるんだなとか、だったらもうそろそろ替え時かもしれないみたいな、そういうタイミングがわかるので、物の管理にね、リストを作るとすごく役に立つことは確かです。ただ、いろいろそれぞれの、人生というか、ライフステージ、タイミングによって、必要なものってその時々で変動すると思うので、例えばサーフィンとかを趣味にしたなら、なんかそういうサーフィン用の服を欲しかったりとか、サーフボードを買ったりとかして、いろいろ物が増えたりするじゃないですか。で、またでもそれから離れると、もういらないなって、そういう趣味を、やめたりとかね、すると、物がまた減って、また今度違うものが必要になってきたりとかっていうのはあるので、なんか、そんなに無理して、その数だけをですね、強調して減らすことは、あんまり良くないなと思います。はい。ただ、一方で、物を減らしたい人とか、減らすことに、ちょっと集中してやりたいなっていう人は、数えてみることも一方でお勧めします。はい。ちょっと散漫になりましたけど、今日はそういう話をしてみました。はい。また何か質問とか、コメントあれば書き込んでいただけると嬉しいです。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。